皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。なぜか気になる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。今回は長江流域の各地で増水している県と下流の武漢市で洪水が発生しているという情報が飛び込んできたので、じっくりネチネチお話ししたいと思います。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。6月24日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は146メートル47でした。2日前と比べると48センチの下げ、今年の最低水位記録をさらに下回ることとなっています。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点で上流の観測所の流入量は毎秒1万6100立方メートル、三峡ダムの流入量は毎秒1万9800立方メートルでした。差分については毎秒3700立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの6500、三峡ダムもプラス5300に、予想通り両地点とも大幅に増えています。なお、長江の最上流の金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点、毎秒5910立方メートル。前回と比べると倍以上と爆増しています。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒2万立方メートル。単純に割り算をすると 65% の発電状況で21基前後の発電用タービンが稼働中と推測。前回とほぼ同じ水準で放流量を少しだけ増やしている模様です。いつものように三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認しておきましょう。こちらは2月からおとといまでの流量になり、中国交通運輸部発表データをもとに作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムを示します。まずは上流にある高架波ダムについて。濃い青のラインの放流量に動きがあり、大幅に増やしている模様。先日、水色のラインの流入量が増えたこともあり、これに対応するダム操作ではないかと推測されます。放流量は再び高い水準にまで上昇し、今後の動きに注目です。続いて三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は上昇に転じています。上流に位置する高架波ダムで放流を増やしたことに加え、長江流域で降った雨も影響しているのではないかと。長江水利委員会も2万立方メートルあたりまで増える予想を出していて、おそらく三峡ダムからの放流量も連動して増やすのではないかと思われます。ただし後で触れますが、ダムの下流側では長雨と集中的な豪雨により、洪水などが発生している状況となっています。そして昨日の最新データが出てきたので、グラフに載せるとこのようになり、高架波ダムでは放流量がさらに増えていることがわかります。同時に流入量も上昇していることから、しばらく今の高い水準が続きそうな感じはします。三峡ダムの流入量も大幅アップで、予想通り2万の大台近くに。意外だったのが、グレーのラインの放流量。もっと増やすのかと思いきや、さすがに下流の雨の状況を見ると、ドバドバと流すわけにはいかず、控えめの量にしているといったところでしょうか。今後の流量の変化に注目です。Nishi Yang Channel。さて、ここまで三峡ダムの状況について見てきましたが、下流に位置するあの武漢で洪水が発生しているのをご存知でしょうか。今月の18日から19日にかけて、武漢市では集中豪雨となり、町が水に浸かり、都市機能が停止することとなりました。こちらは湖南省水門局が発表している武漢市観測所の雨量データ。ご覧の通り、19日には1時間の雨量が40ミリ近く、連続して観測されていることがわかります。また日本の気象庁は、1日ごとの武漢市の雨量を公開しており、18日のたった1日で120ミリ以上降ったとあります。これだけの雨となると、当局も隠しきれません。
SNS では現地の様子がアップされていて、もうおなじみのいつもの光景。辺り一面水の中、住民が腰まで水に浸かり移動するという、極めて危険な光景が毎年繰り広げられています。ただ単に水が濁っているだけでなく、汚水などいろんなものを含んだ、非常に不衛生な水のはず。バイクで半分まで使って、水の中を走るというのは、日本ではまず考えれませんが、彼らは後のことなどお構いなし、平気なようです。ウィンディのアーカイブ機能で、18日からの気象レーダーを見てみると、武漢の上空に雨雲ががっつりかかり続けていることがわかります。20日には一旦落ち着くものの、その後も断続的に雨が降っている様子も見られ、一度水に浸かった町の復旧もままならないことが容易に想像できます。実は去年も同じような場所で浸水被害が発生していると言われており、全く改善されていない模様。武漢に限らず、あちらでは都市開発をする際、排水機能が脆弱で、すぐに町が水に浸かるというケースが多く見られます。過去には蚊の異常発生を抑えるために、排水口の蓋に網のカバーをかけたら、落ち葉が詰まって被害が出たなんて、笑えない話もありました。浸水被害は、日本でも全くないというわけではありませんが、中国ではその頻度が尋常ではありません。毎年毎年同じような事態になるという無限ループに陥り、その度に数兆円もの復旧費用が発生しているのです。梅雨前線の北上に伴い、上海、江蘇省南部、浙江省北部と、いわゆる江南地区では18日に入梅、つまり梅雨入りしたと報じられています。これにより、長江流域は最上流、上流、そして下流のすべての地域が本格的な出水期になったと言えそうです。こちらは中国中央気象台が発表している23日から10日間の累計雨量の予想になり、長江流域では上から下まで、ピンクのマークの100ミリから250ミリが予想されています。また、長江水利委員会が22日に発表した臨時報告書の第11報では、金沙江の中下流、黄河派から重慶までの区間、宇江、長江中下流の本流付近、東帝湖水系の大部分、ハ陽湖水系北部と、至るところで100ミリから160ミリになる見込みとあります。洪水シーズンは6月から8月までと長いので、最初から最後まで雨になるとは言えませんが、少なくとも7月の上旬までは、かなりの雨になることは間違いないようです。6月も後半に入り、三峡ダム周辺ではまとまった雨となっています。こちらは月別の雨量の平均と、今年の実績を載せたグラフになります。4月までは平年通り、5月はいつもの年に比べて2倍近く雨が降った一方、6月、ダム周辺では極端に雨が少ない状態が続いていました。今月の17日まではわずか20ミリにとどまっていましたが、18日の1日だけで50ミリ、さらに21日から22日にかけて、40ミリ近く降り、昨日の時点で累計雨量は 112.5 ミリ。月の後半になってから集中的に雨が降っている模様。今月も残り1週間で、長江水利委員会やウィンディの予想を見ていると、おそらく平年並み、あるいはそれ以上の雨が降るのではないかと思われます。天気予報サービスのウィンディで、24時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後1時までの気象レーダーの様子。三峡ダムの南東側でまとまった雨雲が見られ、長江の下流側に雨雲ががっつりかかっています。帯状になっているのがやばい感じ。衛星画像では、次々と雲が発達している様子も見られます。次に、今後の予想を見てみます。しばらく、長江の南側での雨になりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が28度、最低気温が21度で曇りの予報。画面に雨雲が広がる機会が多くなりました。今のところ台風7号は台湾近くで北上するような計算結果になっている模様。これを見ていると、どちらかというと長江の下流側でまとまった雨になるかもしれません。台風に刺激され前線が活発に、そんな感じでしょうか。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国南部を襲う断続的な大雨、各地の病院や商店が深刻な被害、AP 通信が伝えています。記事によると、中国南部を襲っている断続的な大雨により、各地の病院や商店が深刻な洪水被害に遭っていると、国営の中央テレビが21日に報じた。
CCTV によると、これまでに500人以上の患者が安全に避難を終えており、現在のところ死傷者は報告されていない。地元当局は4段階ある洪水緊急対応のうち、レベル4を発動し、約620人の住民を避難させた。なお、中国の緊急対応システムはレベル1が最も深刻な状況を指す。以上、中国南部を襲う断続的な大雨、各地の病院や商店が深刻な被害についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。中国南部の大雨については、先日もベトナム系のサイトが報じており、このチャンネルでも紹介しましたが、その後も雨は断続的に続いているようです。病院や商店まで浸水被害を受けているということは、単なる一時的な冠水ではなく、生活インフラに影響が出始めているということでしょう。梅雨前線の北上に伴い、被害の中心が南部から中部、東部へ広がりつつあります。そこはまさに長江流域と重なる地域。すでに武漢では市街地でも浸水被害が出ており、今年は雨の対象範囲が広いのが特徴。現時点では三峡ダムより下流側の雨が目立っていますが、今後は上流側、特に長江上流や支流域の雨にも注意が必要になってきます。もともと中国当局の長期予報では、長江上流の支流で大雨や洪水リスクが指摘されていました。中国では排水設備の脆弱な都市も多く、毎年のように浸水被害の繰り返し。その度に中央政府が莫大な復旧支援を出す構図も続いています。ペイさんの掲げるスポンジシティ構想も、今となっては誰も話題にしなくなる始末。復旧費用を捻出するため、約20兆円の特別国債を発行した年もあるほどです。前線が長く居座れば、今後さらに水害関連のニュースが増えてくるものと思われます。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの状況。大陸から伸びる雨雲が、九州、中国、四国地方にかかっています。ニュースによると、今日は西日本を中心に降水確率が高めとのこと。九州では土砂災害に厳重警戒という話もあるようです。台風7号、そして台風8号も発生ということで、こちらの進路にも注意したいですね。今回、三峡ダムの運用について、流入量が大幅な上昇に転じる中、意外と放流は増やさなかった件をお話ししました。最上流のダムは直近で増水傾向、一方で長江の下流地域では前線が北上することに伴い、すでにかなりの雨が降って、都市部の武漢では浸水被害も出ている状況。広い範囲で25日まで猛烈な雨になるため、長江の上流側と下流側で増水することが予想されます。このため、当局はダムからの放流を控えめにしないといけない運用となっています。上海や江蘇省、浙江省といった地域でも梅雨入りしたと伝えられ、いよいよ上流から下流まで本格的な洪水シーズンに突入。来月初旬までまとまった雨になりそうなので、引き続き見守っていきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。